こんにちは。今日は日本のおすすめのポップのアーティストについてお話とご紹介させていただこうと思います。皆さん、日本の音楽とか聞きますかね？言語の勉強っていうか、外国語の勉強するときに、音楽ってとてもいい方法の一つだと思うんですよね。やっぱり音楽だったら繰り返して聞くことも多いと思うので、単純に日本語のインプットも増えますし、それに音楽って文化の中の、一部分だと思うので、その国の人気な音楽聴いたらもっと文化わかるようになることもありますし、自分の国の言語の、音楽の歌詞の書き方とか、例えば恋愛の表現の仕方と、日本語の恋愛の表現の仕方、それ比べるのも面白いと思うので、やっぱり音楽って語学についていい勉強の方法だと思うんですよね。僕はまあいろいろ音楽聴くんですけど、そんなにめちゃくちゃ全部知ってるっていうほど音楽が趣味なわけじゃなくて、まあ自分が好きな音楽を少しずつ聴くって感じですね。まあ好きなジャンルはちょっと落ち着いた静かめなジャズとか R&B とかが僕はよく聞くんですけど、でも気に入ったものがあったら、まあ、何でも聞くって感じですね。それから歌詞がない音楽も僕よく聞きますね。勉強とか仕事とか作業する時には音楽がない方が集中できるので、僕は歌詞がない音楽も結構よく聞きますね。それで運動の時とか、僕バスケットボールするんですけど、試合の前とかになんかテンション上げたい時は、アップテンポな曲も聴くって、本当になんかいろんな曲少しずつ聴くって感じなので、なんかめっちゃ好きなジャンルとかないんですけど、こうやって日本語を教えてると、いろんな人からおすすめの音楽何ですかとか、おすすめの音楽ありませんかみたいな質問をもらうんですけど、めっちゃ難しい質問なんですよね。もちろん、そのおすすめの音楽って人によって違うし、まあ、その人がどんな、音楽が好きかとか、歌詞に集中するタイプか、まあメロディーに集中するタイプかっていうことにもよるので、おすすめするにはそれぞれの人のことを、まあ、ちゃんと分かってないといけないんで、まあ、おすすめを教えるっていうのが難しいんですけど、まあ、それに僕もあんまりなんか全部の音楽めっちゃ知ってるってわけじゃないので、まあ、その理由もあるんですけど、なんか僕のイメージで、めっちゃ音楽好きな人ってあんまりおすすめ聞かないんですよね。自分の好きな音楽がもうはっきり分かってるので、例えばパンクが好きな人ってもう本当にパンクが大好きだから、いろんな外国のパンクも聞いて、でその中で日本のパンクも聞くみたいな感じなので、そういう人は自分でもういろんなこと調べて、日本の音楽聴くっていうことあるんですけど、なんかおすすめの音楽聴いてくれる人ってなんか自分の好きなジャンルがはっきり決まってるわけじゃなくて、まあ、いろんなものを聴くとか、ポップが好きとか、なんかソフトなロックが好きみたいな人が、僕にそういうことを質問してくれるっていうパターンが多いような気がするので、まあ、今回はポップのアーティストについて僕のおすすめを紹介しようと思います。でもしこれで反応が良かったり、いろんなコメントもらったら、他のジャンルもしようかなって考えてます。はい、じゃあまずそのおすすめの前に、僕にとって学習者、日本語勉強してる人にとっておすすめの音楽っていうことについて話していこうと思うんですけど、まあ、いくつかポイントがあって、まず一つ目は誰でも知ってるってことですね。なんか日本語の会話とか、その日本人と会話するときに、そのアーティストとか、なんか曲の名前とかよく出てくることがあるんですよね。例えば、まあ、友達とカフェで、話してたり、なんか一緒にテレビ見るとか、YouTube 見るとか、そういう時に、なんか、有名人に似てる人がいたら、あの人、例えば、まあ、ワンオクロックのタカに似てるとか、他にも、まあ、曲の名前だったら、AKB48 っていう日本のグループ、アイドルのグループがいるんですけど、その曲の中に、
フライングゲットっていう曲があるんですよね。そのフライングゲットっていうのは、その他の人より早く自分が特別に何か、ゲットできる、何か変えたりするっていうことなんですけど、友達が何か他の人より早めに変えるような時があったら、他の人がなんか AKB やんって言ったり、なんかそういう有名な、アーティスト、誰でも知ってる、みんな知ってるアーティストって結構大切なことだと思うんですよね。会話の中で出てくる可能性が高いので。次のポイントがもちろんこれ当たり前なんですけど、歌詞が分かりやすいっていうことですね。日本語の歌の歌詞って体言止めっていう、テクニックがよく使われるんですよね。体言止めっていうのは大抵そう日本語の、文って、ますとかましたですでしたで終わることが多いんですけど、体言止めを使うと、名詞で終わるっていう、テクニックっていうか、文法のことなんですよね。でそれがよく使われて、例えば僕ちょっとさっき調べてきたんですけど、夜遊びの、アイドル」っていう歌があるんですけど、その「アイドル」っていう歌の歌詞が、無敵の笑顔で荒らすメディア、知りたいその秘密ミステリアス、抜けてるとこさえ彼女のエリアっていう歌詞があるんですね。僕もあまり意味わかんないんですけど、こういうなんかメディアとかエリアとか、こういう名詞で終わる歌詞が本当に多いんですね。理由ははっきりしてて、名詞で終わった方がなんかリズムがよく聞こえる、韻を踏んでるみたいな感じなので、多分いろんなアーティストさん使うと思うんですけど、もちろんこんな話し方、日本語普通の日本語の会話で使わないんですよね。なので、僕的にはそういう自然に話す日本語で作った歌詞の方がいいと思うので、これもポイントで、最後はちょっと遅めな音楽の方が最初はいいんじゃないかなと、思います。もちろん速い音楽が好きな人たくさんいると思うんですけど、やっぱり音楽聴くなら一緒に歌ったりしたいじゃないですか。それで、最初おすすめ、僕がおすすめ、日本語を教える人としておすすめできるなら、遅めのテンポの曲の方がいいんじゃないかなと思って、そんなアーティスト紹介していきます。で、僕が今から紹介するアーティストって、ちょっと古くないんですけど、ちょっと古い、なんかめっちゃ今のアーティストじゃないってことですね。っていうのも、なんか今のめっちゃ新しいアーティストで僕のおすすめとなんか反対の、パターンが多いんですよね。さっき話した誰でも知ってるとか、少し前のアーティストだったら誰でも知ってる、日本でやっぱりテレビ大きいメディアなので、少し前というか、インターネットがあんまり人気じゃない時はアーティストを聞く、チャンスっていうのがそのライブか、テレビだったんですね。でほとんどの人テレビでそのアーティスト、聞いたことがあるので、別にファンじゃないけどみんな知ってるみたいな、そういうことが多いんですけど、今はやっぱりインターネットがあって、特に若い人はなんかいろんな、音楽聴くと思うんですよ。みんなが知ってるアーティストじゃなくて、もっとニッチになってるっていうか、なんか YouTuber が歌う歌とか、インターネットでしか、活動しない人とかいろんなアーティスト聞くと思うので、これは誰でも知ってるっていうわけじゃないのと、それと最近のアーティスト特になんかリズムよく、アップテンポで速い音楽に合わせるために、体言止めっていうのをよく使うんですよね。それも僕のおすすめとちょっと違う。それでさっきも話しましたけど、速い音楽が多いので、僕がおすすめ今からするおすすめはちょっと前のアーティストの人が多いです。じゃあ3人ぐらいちょっとおすすめしていこうと思うんですけど、まず1人目は平井堅さんですね。平井堅さん本当に声が綺麗なんですね。でとても有名で、今の若い人も知ってると思いますね。声が綺麗なのはもちろんなんですけど、その平井堅さんの歌詞ってめっちゃ自然なものが多くて、体言止め、もちろん体言止めで
終わることもあるんですけど、基本的にはなんか自然な、日本語の文を使って歌詞を書いているので、そこもおすすめだと思いますね。それからこれは別にそんなに大きいポイントじゃないんですけど、平井堅さん、男性のアーティストなんですけど、めっちゃ声が高いんですよね。なので、日本人、例えば僕の友達と、カラオケに行くじゃないですか。で、友達カラオケに行って、なんか、平井堅さんの曲じゃないんですけど、普通の歌でちょっと高い声を使って、なんか、ピッチが高い曲を頑張って歌おうとするんですよね。でその時になんかみんな平井堅みたいに歌うのやめてって言ったりするので、会話にも出てきやすい人なんじゃないかなと思います。で、次2番目2人目、これグループなんですけど、ドリームズカムチュルーさんですね。日本語ではよく略されてドリカムってよく言われるんですけど、ドリカム、ボーカルの人は、女性の方なんですけど、ドリカムのいいポイントはヒットした曲がめちゃくちゃ多いんですよ。なんか音楽のランキングとかあるじゃないですか。日本でももちろんあるんですけど、そのランキングの中で、そのドリカムの曲がたくさんランクインするっていうことも多くて、今はそんなにランクインしないんですけど、少し前はドリカムの曲めちゃくちゃランキングの中にあったので、つまりたくさんの人が知ってる聞いたことがある曲ですね。でそれから歌詞も、自然な文が多いので、そこもおすすめかなと思います。で僕が特に好きなのは大阪ラバーズっていう曲なんですけど、歌詞が全部関西弁みたいな感じなんですね。これもう多分関西の人もみんな知ってる。僕の友達も僕の妹も家族ももうみんな知ってて全部歌えるっていう曲なので、関西に住んでたり、関西の友達がいる人は、勉強にもなるしいいんじゃないかなって思いますね。で、次3人目は、愛子さん。この愛子さんってめちゃくちゃ長い間歌手として活動してるんですよね。多分今も、活動してると思うんですけど、なんか20代から30代40代の、恋愛ソングのトピックが多いですかね。この愛子さんの歌詞もとても自然な文を使って作ってることが多くて、でも自然なんですけど、なんかちょっとおしゃれな表現っていうか、その日常生活で使っても、問題ないけど、なんかおしゃれな表現を使うっていう歌詞が多くて、それが結構日本人にとっても分かりやすくて、愛子さん人気なんだと思うんですけど、僕のおすすめ3人目は愛子さんですね。それから今話してる時にちょっと思い出したんですけど、これ僕の好きなアーティストなんで、ちょっと僕のちょっとフィルターがかかっちゃってるかもしれないんですけど、牧原紀之さん、これもこのアーティストさんもめっちゃおすすめですね。最初の平井堅さんと同じで、とっても綺麗な声プラス自然な日本語を使って歌詞を作ってるっていう人なので、この人もおすすめですね。牧原紀之さんってちょっと長いのでなんか略されることが多くて、マッキーっていう、ニックネームみたいな感じなんですけど、マッキーって調べたら、YouTube でも出てくると思いますね。この人たちが僕のおすすめなんですけど、もちろん、この人だけじゃなくてめちゃくちゃたくさん、アーティスト日本のアーティストポップだけでも、たくさんいるので、まだ今までそんなに日本語のポップの音楽聞いたことがなくて、興味はあるけど何を聞いたらいいかわからないって思っていた人は、この人たち僕が今おすすめしたアーティストを聞いて、でもしもっと興味が出てきたら、自分でディグったりするのもいいかもしれません。それからこのシリーズもし反応が良かったりなんかコメントとかもらったら、違うジャンルの僕のおすすめするアーティストも紹介するかもしれないので、もし興味があったらね、コメントよろしくお願いします。それでは今日は、僕のおすすめの日本のポップアーティストについてお話しさせていただきました。それでは今日もここまで見てくれてありがとうございました。バイバイ。